今回は雑誌などを強く緩まず縛る方法を紹介したいと思います。ゴミの日に縛ったはずが緩んでほどけてしまっている、運んでいる最中にバラバラになってしまう、そんな悩みが今日で解決できると思います。覚えれば一生使える簡単な結び方です。ぜひ一緒にやってみてください。合わせて動画が参考になったと思われる方はチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。まずは簡単に完成形をお見せします。端末に何でもいいんですが輪っかを作ります。これは8の字結びを使っています。本の下にロープを通します。輪っかが本の中心の少し左に来るような位置に配置します。そして輪っかの中にロープを通します。ロープを引っ張ると輪っかが右側に寄ってきますので、輪っかを左に配置します。このような形でロープを引っ張ると約2倍の力でロープを引っ張ることができます。ロープが緩まないように上から本の下側を通して一周させます。先ほど輪っかの中にロープを通したように縦のロープに対してかわして引っ張れるようにしておきます。こうすることで先ほどと同じように約2倍の力でロープを引っ張ることができます。最後に何結びでもいいんでロープが緩まないように結んでいきます。今回は巻き結びを使用しています。これで完成です。普通に結ぶより縦も横も2倍程度の力で締め付けることができています。輪っかの作り方なんですが、このようにフューラー結びを作っても大丈夫です。ロープを折り返して肩結びを作るだけです。これで輪っかを作ることができました。輪っかになるんだったらもやい結びでも8の字結びでも何でも結構です。ここで失敗事例ではないんですが、一般的にやられている方法を試してみたいと思います。ロープの中間を本の中心に合わせて一周させクロスさせます。この時緩まないようにかなり強い力で引っ張っているのが一般的だと思います。そして本をひっくり返して結ぶのが普通だと思います。人によって若干作成方法に違いはあると思いますが、これが大体の方法だと思います。もちろんこのような方法でも間違いではないんですが、先ほどの結び方に比べてかなり緩くなってしまいます。倍力や送り締めを使用してないのでやはり緩くなります。持ち運ぶことは可能なんですが、少し本がずれてしまうとこのようにすぐほどけてしまいます。今度はロープを切らずに作成する方法です。最後にロープを切ることでロープが短すぎたり長すぎたりということを防ぐことができます。今回は8の字結びで輪っかを作成したいと思います。過去の動画で8の字結びやもやい結び、フューラー結びなどを説明している動画がありますのでぜひご覧ください。8の字結びの特徴はこのように輪っかを大きくしたり小さくしたりすることができますので、通すときは輪っかを大きく、通した後は輪っかを小さく、ロープの無駄を最小限に抑えることができます。ここまでは全く同じなんですが、ロープを通すときに少し違いが出てきます。
ロープを通したら端末を抜くことはせずに、巻き結びができる範囲でロープを引き出しておきます。今までと同様に送り締めで締めていきます。ちなみになんですが、この形だと2倍以上の力で引けているような感じもしますが、実行倍率でいくと 1.5 倍程度だそうです。カプスタン効果により保持している時は約 2.8 倍程度なんですが、強い力で引っ張ると輪っか部分等も滑ってしまいますので 1.5 倍程度になるそうです。物理に詳しい方がいらっしゃいましたらコメント欄等で説明をしていただけるとありがたいです。この部分とこの部分を左手でつまむような形で留めるとロープが緩みづらくなります。そして巻き結びを作成します。過去に巻き結びも説明していますので動画を参考にしてみてください。これでロープを切らずに横のロープが完成しました。そして今までと同様に縦のロープを作成していきます。縦ロープの下を通します。そして送り締めで締めていきます。先ほどと同様にロープとロープを左手でつまむような形で緩まないように巻き結びを作成します。このようにロープを下から通して緩まないようにできた輪の中にロープを通して締め付けていきます。ロープを締め付けると同時に左手を離します。同じ要領でロープを下から下に通してできた輪の中に折り返したロープを通します。締め付けたら完成です。最後に不要なロープを切れば長すぎず短すぎずちょうどいい長さのロープで作成することができました。この方法はもちろん雑誌等だけではなく古着や段ボールなどを束ねる時にも使用することができます。ゴミ出しや引っ越し、整理の時など様々な場面で使うことができます。これだけ投げても緩むことなくきちんと束ねられています。他にも様々な役立つ傑作方法を紹介してますので、ぜひチェックしてみてください。